こんにちは、せいかです。今日は2026年6月27日の土曜日です。皆さん、この1ヶ月はどんな1ヶ月でしたか？私はですね、本当にいろいろなところに行きました。本格的に暑くなる前にたくさん出かけておこうって思ったんですよね。はい。ちなみに多分ずっとポッドキャストを聞いてくださっている方はわかると思うんですが、毎年私は同じようなことを言っていると思います。日本は5月の初めにゴールデンウィークっていう長い休みがあるんですけど、ゴールデンウィークから夏が始まるっていうイメージなんですよね。ゴールデンウィークの時にはもう半袖で過ごせる季節になっているっていうイメージです。はい。で、その後、5月ですね。暑くなったり、涼しくなったりっていうのを繰り返して、で、6月に入ると梅雨になります。雨の季節ですね。はい。雨がたくさん降るだけではなくて、湿度も高いので、ジメジメした天気が続きます。ジメジメという言葉のイメージができない方がいたら、ぜひ6月に東京に来てください。はい、東京に来て、この漢字を、経験したらすぐにジメジメっていう言葉のイメージがわかると思います。そうですね。正直に言うと、あんまりいいイメージではないです。はい。髪の毛とかはセットしてもすぐに広がりますし、あと洗濯物、洗濯して外に干しておいてもなかなか乾かなかったりとか、あとは外に干せない日、雨が降ってたら外に干せないじゃないですか。で、そういう日は家の中で干すんですけど、そうすると変な匂いがついてしまったりするんですよね。で、それを生乾きの匂いと言います。なので一生懸命洗濯したのに、最終的に生乾きの匂いがついてしまうっていうこともあったりして、大変ですよね。そんな大変なイメージの梅雨ですが、梅雨の季節にしか楽しめないものもあります。それがアジサイです。はい、アジサイ。綺麗な花ですよね。私は個人的に青とか紫とかが好きなので、アジサイってそういう色が多いんですよ。なので見ていて本当に癒されます。最近だとカフェなどでもアジサイをイメージしたメニューが期間限定で出たりもしているんですよね。素敵ですよね。はい。梅雨の季節は雨が多いし、ジメジメしているし、外に出たくなくなる季節ですが、ぜひ、アジサイを見るために外に出てみてください。はい。アジサイが有名な場所って結構たくさんあるんですが、そういう有名な場所にわざわざ行かなくっても、街のいろいろなところでアジサイを見つけることができます。本当に道端に咲いてるんですよね。はい。梅雨の季節にしか楽しめない花なので、今日本に住んでいる方とか、あとは6月にたまたま日本に旅行に来る方とかがいらっしゃったら、ぜひ外に出て見てみてください。雨の日も本当に素敵なんですよ。雨の雫雫がアジサイに乗っているというか、そういう状況になるんですが、それも綺麗なんですよね。なんか雫がキラキラしていたりとかして、本当に綺麗なので、雨が降っててもぜひ傘を差して外に出て見てみてください。はい。そうですね。まあそんなジメジメした季節になりました。なので、この6月が終わってしまうと、本格的に暑くなってしまいます。本格的に暑くなると、外で遊ぶのも大変なので、私は、ここ数ヶ月ですね、一生懸命遊んでます。ということで、ディズニーシーに行ってきました。あ、そうですね。前回ラジオでディズニーについてずっと話させていただいたので、今回は話さない約束でしたよね。でも少しだけ話させてください。本当に少しだけなので、時間をください。ディズニーシーに行ってきたんですが、ディズニーシーは今25周年で、
特別なイベントをやっています。25歳ですよ。はい。ということで、全体的にですね、青いデコレーションがされていて、グッズとか食べ物とかもとっても可愛いので、ぜひ今年日本に来る方はディズニーシーに行くことをお勧めします。ディズニーランドとディズニーシーって2つパークがあるんですが、ディズニーシーの方がおすすめです。今年はね。はい。特別なイベントをやってますので、ぜひ行ってみてください。はい。危なかったですね。はい。このまま続いてしまうと思いましたか？いえ、続きません。はい。ここで終わりにしようと思います。はい。今日はですね、話したい話があるんです。今日は、日本のアイドルグループ、嵐について話そうと思います。皆さんは嵐を知っていますか？日本ではとっても有名で、知らない人はいないと思います。国民的アイドルグループと言われています。そんな嵐ですが、2026年の5月31日に解散したんですよ。解散するということは、グループが終わるということですね。グループでの活動が終わりました。はい、グループが解散しました。解散するということで、5月31日には、東京ドームで解散ライブが行われました。東京ドームに入れるのは約5万5千人です。はい。多いですよね。5万5千人。うん。5万5千人入れるんですが、嵐って本当に人気があるので、なかなか中には入れなかったんですよね。チケットを取るのが本当に難しかったんです。ファンクラブに入っている人でもチケットが取れるのは奇跡っていうぐらい倍率が高かったそうです。なのでほとんどの人は東京ドームの中に入ってライブを見ることはできなかったんですが、今回はですね、なんとオンライン配信がされました。なので東京ドームでやっているライブをリアルタイムで見られたんですね。家のテレビとかスマホとかを使ってリアルタイムで見ることができました。オンライン配信は有料で一般価格は6000円でした。はい。無料じゃないんですね。なのでオンラインで見たかったら6000円のオンライン配信のチケットを買わなければいけませんでした。はい。で、6000円ってどう思いますかね？ちょっと高いと感じる方もいるかもしれないんですが、今回はこの6000円のオンライン配信をですね、本当にたくさんの人が見たんですよ。はい。6000円のチケットを買って、嵐のラストライブを家で見ている人が多かったです。で、私ももちろん見ました。いとこと一緒にテレビで見ましたね。はい。私の母とおばさんも一緒に見ました。はい。ちなみに私の友達もほとんど嵐の配信を見ていたと思います。はい。5月31日の夜はですね、インスタグラムのストーリーがほとんどみんな嵐のライブについてでしたね。はい。まあ、皆さん知ってると思うんですけど、インスタグラムのストーリーって、リアルタイムで何をしているかが共有できるっていう機能じゃないですか。なので、本当に今何をしているかっていうのを知ることができるんですが、5月31日の夜は本当にみんな一緒でしたね。みんな嵐の配信を見ているっていう、そんな感じでした。こんなにたくさんの人が同じ時間に同じものを見るってなかなかないのではないかなと思います。オリンピックの時とかですかね。でも今回はオリンピック以上だったんじゃないかなとも思いましたね。はい。でですね、ちなみに5月31日の夜は、みんなが家で嵐の解散ライブを見るっていうことが予想されていたので、いろいろな場所が空いているんじゃないかとも言われていたんですよ。普通なら混んでいる場所ですね。なので、ディズニーランドとか、あとはユニバーサルスタジオとか、そういう普通週末人がたくさんいる場所が空いているんじゃないかっていうのも前から言われていて、なので5月31日の夜にあえてディズニーとかに行っているっていう人もいましたね。はい。嵐の解散ライブっていうのは本当にそのぐらいすごかったんです。日本ではもちろん次の日のニュースは全部
嵐でしたし、他の国でも嵐についてのニュースが流れたりしたのではないかなと思います。なので今日は嵐はどんなグループなのか、そしてどうしてこんなに人気があるのかっていうことについてたっぷりお話ししていこうと思います。まずは嵐のプロフィールについて簡単に説明していきます。嵐は1999年にデビューした日本の男性アイドルグループです。ジャニーズ事務所からデビューしました。メンバーは全部で5人です。はい。ちょっと今からメンバーの名前を紹介するんですが、継承は省略します。継承っていうのは、聖火3の3みたいな部分ですね。この継承は省略、言わないで紹介していきます。嵐のメンバーはですね、年齢順に、大野聡、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤。この5人です。あ、そうだ、ここからは私が普段呼んでいる、呼び方で呼んでいきますね。最初に言っとくんですが、大野聡は大野くんと呼んでます。で、櫻井翔は翔くんと呼んでます。で、相葉雅紀は相葉ちゃんって呼んでます。二宮和也はニノと呼んでます。で、松本潤は松潤と呼んでます。ほとんどの日本人が同じなのではないかなと思います。これからはそのように呼んでいきますね。で、嵐は1999年にデビューしたんですが、その時、大野くんは18歳。で、翔くんは17歳。で、相葉ちゃんが16歳。で、ニノも16歳。で、松潤も16歳。だったそうです。なのでみんな10代っていう時にデビューをして、ここまで活動してきたんですね。現在は5人とも40歳を超えています。それでもラストライブでは3時間バリバリ踊っていました。すごいですよね。嵐は今や誰もが知っているグループなんですけど、最初から人気があったわけではなかったようです。で、嵐がブレイクしたきっかけは、2005年の花より団子というドラマだと言われています。メンバーの一人である松潤が主演を務めました。主演っていうのは、そのドラマのメインのキャストっていうことですかね。松潤主演のドラマでした。花より団子は、日本人は花団って略して呼んだりするんですが、花団は結構有名なドラマですよね。日本ではもう知らない人はいないんじゃないかなっていうぐらいですし、学生さんの中にも知っている方が多いイメージですね。で、その花壇で、松潤はですね、道明寺という主人公を演じたんですが、それが本当に良かったんです。なので、ドラマもバーンと人気になりましたし、それと同時に嵐もバーンと人気になったっていう、そんな流れがあったようです。で、松潤が主演ということで、そういう場合って、そのドラマの主題歌、メインの曲は嵐の曲になるんですね。ということで、花壇の主題歌は嵐の曲だったんですが、その曲も良すぎて大ヒットしましたね。まあそんな経緯があったようなんですが、私が学生の時はもうものすごく人気っていうイメージがありました。学校に行くと嵐のことはみんなが当たり前に好きっていうそんな感じでしたね。なので特別私嵐ファンなんだって言っている人もいましたけど、なんかこう、わざわざ言わなくっても、みんな嵐のことは好きだよね、みたいな、なんかそんな雰囲気がありました。で、嵐はですね、さっきも言ったんですが、2005年の花壇っていうドラマをきっかけにバーンと人気が出て、で、その後もどんどん人気が出ていって、でですね、2008年から2010年ぐらいには、もう国民的グループっていう存在になってました。もうみんなが知ってるグループっていう感じですかね。で、この頃に出された曲はほとんどが大ヒットしています。中でもモンスター、私もすごく覚えてるんですが、モンスターはすっごく売れていたイメージがありますね。日本の学校って昼休み、昼ご飯を食べる時間に、CD とかを流すことが多いんですよね。で、その CD っていうのは放送委員っていうその放送を担当する委員会があるんですが、その委員会に入っている学生が、こう、決めれるみたいな、そういうことがあったんですけど、もうなんか、
なんだろうな、嵐ファンってどこにでもいるので、もうほとんど毎日嵐の曲がお昼に流れてる、みたいなことが、はい、ありましたね。はい、そのぐらい、本当に大ヒットしていました。すごいなと思うのが、当時ですね、5人いるすべてのメンバーがドラマの主演をよくしていたんですよ。はい。なので、今松潤がドラマをやっていると思ったら、次のクールにはニノがやっていて、次のクールでは翔くんがやっていて、みたいな感じで、マイクールマイクール、誰かが主演を務める、みたいなことをしていたので、さっきも言ったんですが、主演を務めると、大抵そのドラマの主題歌は嵐の曲になるので、嵐の新しい曲もどんどん出るみたいな感じだったんですよ。そして全ての曲が良かったんですよね。で、売れるみたいな、そんな流れでした。で、日本にはミュージックステーションという音楽番組があります。長いので M ステと言われています。ミュージックステーション。で、ミュージックの M を取って M。で、ステーションのステですね。で、M ステって言われてるんですが、M ステって結構たくさんの人が見ている番組なんですね。で、その M ステにしょっちゅう嵐が出ていたイメージがあります。で、M ステっていうのは基本的に、やってたらテレビをつけて見るっていう感じだったので、私もよく見てたんですけど、M ステで嵐のステージを見るじゃないですか。で、どのステージも、もう嵐っぽさがあってすごく良かったんですよね。もうそもそも曲自体も嵐っぽいんですけど、そこに、ダンスのパフォーマンスとかがつくと、さらに嵐っぽくなってすごく良かったですね。なので、さっきも言ったようにドラマを常にやってたんですが、すべてのドラマを見ていたっていうわけではなかったんですよ。でも、歌だけは知ってるっていう感じでしたね。はい、そんな人が多かったんじゃないかなと思います。はい、ということでここまで嵐について簡単にというか結構しっかりめに紹介してきたんですけれども、嵐がどうしてこんなに人気があるかって気になりませんか？はい。嵐はもちろん歌もダンスも上手なんですけど、そのスキルが素晴らしくてここまで人気が出たっていうわけではないイメージがあります。なんかこう、ちょっと伝え方が難しいんですけど、嵐は基本的にみんな好きなんですね。で、嵐が好きな理由ってたくさんあるんですけど、その中に歌がいいからとか、ダンスが上手だからとかももちろん入ってくると思うんですよ。でも、それが一番好きな理由にはならないんじゃないかなっていうそんなイメージがあります。で、どうしてかというとですね、それ以外の部分がものすっごく強いからですね。じゃあそれ以外の部分って何なのかというと、5人の仲がすごくいいということです。はい。圧倒的なスターっていうよりは、なんて言うんですかね、その5人が楽しそうに過ごしているのを見ると癒されるみたいな、力をもらえる、なんか嫌なことがあっても忘れられるみたいな、そんなパワーがあったんですよ。そして5人のメンバーのバランスがすごく良かったので、5人揃っている時の、なんだろうな、5人にしか出せない、はい、素敵な完璧な雰囲気みたいなのがバラエティ番組とぴったりだったんですね。バラエティ番組っていうのは、なんかこうトークだったりとか楽しいことをしたりとかする、そういう番組です。はい。嵐5人のバランスの良さ、そして面白さとバラエティ番組が合わさった時が、もう本当に完璧だったんですよね。はい。それでどんどん人気になって、もう老若男女って言うんですけど、若い人もおじいちゃんおばあちゃんも、そして男の人も女の人も好きになるような、そんな存在になっていきました。で、当時ですね、すっごい、特にピークで人気があった時ですかね。はい。嵐は冠番組っていうものをたくさん持っていました。で、冠番組というのは何かというと、嵐の番組ということですね。はい。嵐がメインの番組です。嵐が大人気になる前は、深夜の時間帯などにやっていました。夜遅い時間帯ですね。ただ、人気になってからは、ゴールデンの時間帯に冠番組をするようになっていきました。はい。で、ゴールデンの時間帯っていうのは、視聴率が高い時間帯です。視聴率っていうのはパーセンテージなんですが、今どのぐらいの人が
はい、テレビを見ているかっていうのを表す値ですね。で、それを視聴率と言います。で、視聴率が高い時間帯をゴールデンの時間帯と言うんですけど、視聴率が高いということは、たくさんの人がテレビを見る時間なので、だいたい夜の7時から10時ぐらいですかね。で、その時間帯に嵐は冠番組を持っていたんですよ。ゴールデンの時間帯に冠番組を持つって本当にすごいことなんですけど、嵐の場合は当時3つぐらいありました。はい。もう今でも覚えてますね。テレビをつけてやってたら絶対にそれを見てたのではい、そのぐらいどの番組も面白かったです。ちなみに番組名を言うと VS 嵐、そして嵐に仕上がれ、そして秘密の嵐ちゃんっていうこの3つの番組をやっていました。すごく面白いので、ぜひ見てみてほしいですね。今はやってないんですよ。残念ながら。はい。それはともかく、嵐の冠番組、はい。バラエティ番組がすごく人気があったっていうイメージがあります。私は嵐は好きだったんですけど、ファンクラブに入ってっていう感じではなかったんですよね。はい。そんな私でも、テレビをつけた時に嵐が出ていたら、とりあえずそれを見るみたいな、はい。そのぐらい、魅力があったんですよね。はい。で、私みたいに特にファンじゃなくても見ているっていう人も多かったのではないかなと思います。はい。でですね、嵐ってとにかくトークが面白いんですよ。5人で何気ない話をしている時っていうのがすごく面白いんですね。で、それぞれの役割があって、で、一番年上の大野くんっていうのはリーダーなんです。はい。大野くんって歌もダンスも本当に上手で、ダンスの振り付けとかも考えることができたりとか、あとは絵を描いたりするのも上手だったりとか、とにかく本当にできることが多くて素敵な方なんですが、基本的にバラエティ番組に出ているときは、マイペースでのんびりしているっていう感じなんですね。なのでその感じがすごい面白いんですよ。癒されます。はい。そして、翔くんはですね、すごく頭がいい方で、今は報道番組のキャスターをされています。当時からずっとされてるんですが、頭の回転が早いので、トークを回すのが本当に上手なんですね。はい。で、相葉ちゃん。相葉ちゃんは、ちょっと天然な部分があるんですよ。狙ってないんだけど、面白くなるみたいな人っているじゃないですか。それの代表みたいな方ですね。はい。本当に面白いし、すっごくいい人。なので、相葉ちゃんが嫌いっていう人には出会ったことがないですね。はい。そして、ニノですね。ニノも翔くんと同じように頭の回転が早いんですけど、ちょっとやんちゃな面もあるっていうメンバーですかね。はい。なので面白いことを見つけると放っておけないみたいな。嵐が番組に出ていない時、番組が始まる前に待っている時とかにあった面白いこととかを引っ張ってきたりとか、はい。よくしていたイメージがありますね。はい。そしてニノに関しては演技がすっごく上手で、ドラマとかにもよく出ているメンバーですね。はい。ただ、バラエティ番組では、そういう演技ができるみたいなのはあんまり出してないですね。とにかく100%、自分自身が楽しんでいるみたいな、そんなイメージがあります。はい。そして一番年下なのが松潤なんですけど、松潤はですね、とにかくキャラが最高なんですよ。はい。松潤にしかできないような、そんな企画をたくさんやっていたイメージがあります。はい。本当に面白かったですね。今ないのが本当に残念なんですが、はい。とにかくその5人のバランスが本当に良くって、ただ話しているだけでも、本当に見応えがあって面白いんですよ。それだけでも面白いのに、毎回そこにゲストが、はい、加わるっていう番組だったので、とにかく面白かったですね。本当に毎週楽しみに見ていました。で、さっきもちょっと言ったんですが、この5人ってそれぞれ個人でも活躍しています。ドラマに出て演技をしたりとか、報道番組に出たりとか、あとはそれ以外の仕事とかもいろいろやってるので、その個人の仕事を見てファンになった人が、5人揃っているバラエティ番組を見るようになって、嵐というグループ自体をどんどん好きになっていくっていう、そんな流れの人も多かったのではないかなと思います。
はい。ということで、もうなんだろうな。とにかく完璧な組み合わせだったんですよね。そしてバラエティ番組が魅力的だったんですが、そのバラエティ番組をやってたのも、何年でしたっけ？ 2000、2008年から10年ぐらいだったということで、まだあんまりスマホの時代になってなかった時だったんだと思います。それもあって、やっぱり爆発的に人気になっていったっていう感じですかね。はい。なのでそうですね。まだ世の中の人がテレビをよく見ている時代に、はい、完璧なバランスの5人だったからこそ、ここまで人気になったのではないかなと思います。はい。ということで、今日は嵐について話してみましたが、いかがでしたか？今日の説明で、どうして嵐が国民的グループと言われているのか、そしてどうして日本人にこんなに好かれているのか、少し分かってもらえたのではないかなと思います。今、嵐の過去の番組を見ることって難しいんですよね。はい。私も配信サイトとかで配信されてないかなって探したこともあるんですが、まだ配信されてないんですよ。はい。でも、これから過去の番組が配信サイトなどで全て見られるようになったら、私はきっとたくさん見ると思います。はい。何度見ても多分面白いんですよね。はい。もしそうなったら皆さんにもぜひおすすめしたいなと思います。はい。今はですね、嵐の公式 YouTube チャンネルがあるので、そのチャンネルでミュージックビデオが見られたりとか、あとは少し5人の動画を見られたりとかします。はい。なので、ちょっとでも興味が出た方はぜひ、嵐の YouTube チャンネルに行って気になる動画を見てみてください。で、嵐の曲、本当にいい曲ばっかりなんですけど、せっかくなのでちょっと何曲か紹介しますね。とりあえず人気がある曲は、さっきも言ったんですが、モンスター。モンスターはダンスもすごくかっこいいです。はい、モンスター。そして、花壇の主題歌だったラブソースイート。はい、結婚式とかでもよく使われる、はい、曲ですね。そして、ワイルドアットハートという曲も人気です。すごく元気が出るような曲ですね。はい。で、私が個人的に好きな曲は、Beautiful Days という曲ですかね。ちょっとゆっくりめな曲なんですけど、はい、すごく好きです。夜にぜひ聴いてみてください。そして、ビタースイートという曲も好きです。なんか、それはですね、松潤が主演の失恋ショコラティエっていうドラマの主題歌だったんですけど、ショコラティエのドラマだったんですね。なので、チョコの、はい、ドラマだったんですけど、なんかそのチョコレートの感じとか、はい、そのドラマの世界観のおしゃれな感じとかが、その曲を聴いてるだけでも感じることができて、はい、すごく好きな曲です。ぜひ、機会があったら聴いてみてください。はい。私は YouTube のメンバーシップもやっております。初級の方には Vlog で勉強できるような動画をアップしています。そして最近やっているゲームの動画は初級の方向けに作っています。ジブリの雰囲気なので、ぜひジブリが好きな方はチェックしてみてください。そして中級以上の方にはタメ口の動画を作っています。はい、私がカメラに向かってタメ口で話すっていうそんな動画なんですけど、もう結構ね、本数も溜まってきてますので、ぜひたくさんタメ口を聞きたいという方は、YouTube のメンバーシップに入って見てみてください。そして最近新しいことを始めました。で、それは何かというと、ブログですね。ビデオの Vlog じゃなくて、書く方です。はい。で、どうしてそれをやり始めたかというとですね、私って、ポッドキャストもやってるし、あとはショートビデオで Vlog を作ったりもしてるし、ゲームの動画を作ったりとか、いろいろ作ってるんですけど、何か読めるようなコンテンツは全然作ってないなって思ったんですよ。で、最近学生さんに本とかを読めるようになりたいっていうリクエストをもらったんですね。で、本とかってデスマス体じゃないじゃないですか。何々です。何々ますとかじゃなくて、何々だとか、何々というとか、そういう感じのスタイルじゃないですか。なので、そういう事態に慣れてもらえるような、そんな読むコンテンツが作れたらいいなーって自分の中で思って、そのブログのようなものを始めました。でも難しいものだとやっぱり読む気にならないと思うので、
私毎週 Vlog をアップしているんですね。ビデオを撮って初級の方向けに Vlog をアップしてるんですが、その Vlog を撮った日に思ったことをブログに書くっていうことを最近しています。なので、ブログに関しては、ちょっと上級者の方向け、そして読む練習をしたい方向け、なので、使う言葉とかも、ちょっと読み物なので、かっこつけてかっこよく書いてみたりとか、かっこよくなってないかもしれないんですが、そうですね、わかりやすくっていうよりも、リアルな日本語に近いようにっていうのを意識して書いたりしてるので、ぜひ、もう上級レベルの方で、読む練習もしてみたいなっていう方がいらっしゃいましたら、私の Vlog とセットで、その読み物になるような、そんなブログもアップしていきたいなと思ってますので、そちらもチェックしていただけたら嬉しいです。で、それはですね、無料で読むことができます。バイミヤコーヒーっていうサイトがあるんですが、そこに行ったら無料で読むことができますので、ぜひ見てみてください。ちょっと恥ずかしいですけどね。はい、もう無理だって思ったらやめようと思いますが、今のところ結構楽しいので、はい、しばらく続けていこうかなと思ってます。はい、そしてですね、今後はレッスンもしたいと思って計画中です。はい、もう時間がかかってしまって本当に申し訳ないんですが、ぜひインスタも合わせてチェックしていただけたら嬉しいです。ということで、今回も最後まで聞いてくださって、そして見てくださってありがとうございました。また次のラジオでお会いしましょう。さよなら。